追加で情報を与えることをビジュアルリファリングプロンプティングという風に言われています。GPT-4V は未来を予測できるのかというのを検証しています。はい、皆さんこんにちは。AI 部長のニャタです。本日は GPT-4V について紹介していきます。皆さん GPT-4V の機能は追加されましたか？私は先日やっと追加されて、おそらく他の人と比べるとかなり遅かったのかなという風に思います。で、レビューしたかったので早く来ないかなという風に思ってたんですが、なかなか来なくて、その間にいろんな人が紹介していたので、もう動画にしなくて良いかなというふうに考えていました。で、ただ、マイクロソフトが出してるこちらの論文ですね。皆さん知っていますか？で、これ読むと GPT-4V って、ちょっと精度がいい画像認識の AI っていうよりも、今後生活を変えるようなレベルのものだというふうに感じたので、本日はそこをシェアしていきます。で、論文のタイトルは The Down of LMMs ということで、これ結構間違いやすいんですが、LLM、大規模言語モデルじゃなくて LMMs となってます。で、LMMs って何かっていうと、ここに書いてあるんですけども、ラージマルチモーダルモデルスということで、大規模言語モデルはテキストだけを入力として受け取れましたが、大規模マルチモーダルモデルっていうのは、テキストだけじゃなくて、画像とか他のデータも入力できると、そういった AI のことを指しています。で、概要欄にこの論文のリンクを貼っておくので、興味がある人は見ていただければと思いますが、この PDF ですね、166ページあります。なので、大半の人が読んでられないというふうに思います。で、一応私の方で全てですね、目を通して GPT-4V がどれだけすごいかというのが感じ取れたので、本日はこちらについてまとめていきます。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に、GPT-4V なんですけども、もちろん画像を入力できるってところもあるんですが、テキストも強くなっています。で、こちらの図なんですが、皆さん覚えていますか？これ GPT-4V がリリースされた時のテクニカルペーパーと言って、性能とかを検証した結果が載っている論文に載ってた図なんですけども、横軸がいろんな試験を表していて、縦軸が精度になっています。で、GPT-4 出た時は GPT-3.5 と比較してこの緑のところが高いので精度がいいですねっていう話をしてたんですが、よく見るとこの GPT-4 カッコノービジョンと GPT-4 というのがあります。で、ノービジョンっていうのが GPT-4V ではないもので、GPT-4 っていうのがビジョンも追加されたものになっていて、濃い緑のところを見ればいいんですが、ノービジョンと比べて精度が高くなっています。なので、画像認識機能がついてますが、テキスト情報のみを扱いたい場合でも、GPT-4V の方が良い精度を出せるということでした。で、Web 版だと、機能が追加されている人は、デフォルトで GPT-4V になってると思うので、特に意識しなくてもいいかもしれませんが、今後ですね、もし API とかが出てきた時に、ここら辺を意識して使い分けできるといいかもしれません。はい、それでは早速 GPT-4V の何がすごいのかということで、論文を読んで感じたこと3つ挙げていきます。はい、最初のすごいところなんですけども、複数の画像の組み合わせができるということです。で、これ機能としては単純で、一度に複数の画像を入力として扱えるということです。これ特に何も思わないかもしれないんですが、これまでの AI っていうのは画像処理を行おうとすると、基本的にはモデルに1枚の画像を入れて出力を得るということで、その1枚1枚に対して処理を行っていました。で、GPT-4V も、もしかしたら、裏ではですね、1枚ずつ処理してるのかもしれませんが、これユーザーの目線では、複数の画像とテキストを一緒に入れられるので、これまでの AI とは少し違っています。で、論文では、3枚のレシートの画像を入力して、そこから正しく税金を計算するとか、右側のように、このビールとメニューの画像を与えて、テーブルの上のビールの料金を聞いたりとか、そういったことができています。左側に関しては、1枚ずつ処理しても合計額計算できるかなというふうに思いますが、右側は2つの画像を考慮して回答を生成しないといけないので、どういうふうに、中で文章生成がされてるのかっていうのが、なかなかイメージができません。で、こんな風に、複数の画像と、さらにテキストの情報を統合して処理できるっていうのは、GPT-4V のすごいところの一つかなというふうに思います。はい、二つ目のすごい点としては、画像に書いた情報を理解できるということです。例えば、論文ではこんな感じで、画像の中にオブジェクト1とオブジェクト2と、あと黄色い丸っていう風に書いて、この黄色い丸のグラスには、オブジェクト1とオブジェクト2、どっちが入っていますかっていう風に質問しています。そうすると、オブジェクト1は、水ですよと。で、オブジェクト2はビールですと。で、黄色い丸のグラスは水っぽいので、オブジェクト1ですねという風に返答してくれてると。で、こんな感じで画像の上に自分で情報を追加して、それを元に質問するということができます。で、このように元の画像に追加で情報を与えることを論文ではビジュアルリファリングプロンプティングという風に言われています。はい。で、ビジュアルリファリングプロンプティングは、他にも例えば、こんな感じで、論文の表とかに丸をつけて、その部分を説明してという風に指示を行えば、その部分に着目して回答を生成してくれます。
で、これってめちゃくちゃすごいと思いませんか？これまで言語モデルに入力するときっていうのは、必ず何らかの言語化を行う必要がありました。例えば、この表のこの部分を説明してほしかったら、いちいちこれはどういうテストで、それぞれのテストのスコアがどれくらいっていう情報を言語化して GPT-4 に渡すと、そういったことをやっていました。ただ、このビジュアルリファリングプロンプティングを使えば、説明してほしい対象を丸で囲めばいいので、言語化を行う必要が減っていきます。で、これは将来的にコンピューターと人間の関わり方として使われるんじゃないかというふうに論文では言われています。で、これは予想ですが、今後 GPT-4V の API が公開されて、どんなアプリケーションにもこの GPT-4V が組み込まれると、そういったことが起きそうな気がします。で、そうすると、例えば iPad とかで論文を読んでいたりして、あ、ここの部分わからないなっていう時に、そこを丸で囲んで、説明してというボタンを押せば、その文脈を考慮して説明してくれたりするアプリとかが大量に出てきそうな気がします。もっと汎用的なところで言えば、教科書なども全て電子化してしまって、子供が勉強しててわからないときは、丸で囲んで説明してもらうという風にすれば、言語化する能力が低い子供でも、一人でどんどん勉強を進められるようになりそうですよね。もちろんまだ精度は完璧ではないので、正しく読み取ることができないケースというのも多かったりとか、生成速度も遅かったりするところもあるんですが、今後改善し続けると思うので、近い将来そういう風なデジタル情報との関わり方になっていくんじゃないかなという風な感じがします。はい、すごいところの3つ目なんですが、汎用性がとにかく高いということです。画像を扱う AI って、これまでも画像認識とか物体検出とか、いろいろとありました。で、そういう AI は、それぞれのタスクを解くのに、最も精度が出ると言われているモデルをまずは持ってきて、そのモデルと大量のデータを何時間もかけて学習することで、やっとなんとか使える AI っていうのが作れていました。で、それに対して GPT-4V は、そういった学習を追加で行わなくても、画像とテキストのプロンプトを与えれば、多くのタスクを解くことができるようになっています。例えば、画像認識の AI でできることとして、デンスキャプショニングというタスクがあります。これはこんな感じで画像の中の局所的な領域に対してその説明文を生成すると、そういったタスクです。ここでは例えば家族写真があった時にそれぞれ人の領域を特定してその人の外見的な特徴を生成するみたいなそんな感じです。これをこれまでの AI で行おうとするとまずは写真のどこに人が写ってるかというのを特定するモデルがあってその領域の中の情報を言語化するような言語モデルが必要になってきます。なので、めちゃくちゃ複雑なモデル設計が必要になってくるんですけども、GPT-4V では特に学習をしなくても、この画像とプロンプトを入れると、デンスキャプショニングができるという風に言われています。で、こちらは論文に載っていた例で、AI 会話で有名な研究者たちの写真なんですけども、GPT-4V にこんな感じで画像とプロンプトを与えて、人を特定してその人を説明してくださいという指示をすると、右側のようなキャプショニングを生成してくれています。それぞれの研究者の人たちはとても有名なので、名前だけじゃなくて、より詳しい情報が出力できています。で、こんな簡単に何の学習をせずとも画像とプロンプトだけでデンスキャプショニングができるというのは、嬉しくもあると思うんですが、こういった研究やってる人からすれば、ちょっと複雑な気持ちなのかなというふうに感じます。ただ、論文では局所領域を特定するっていうのは、まだ GPT-4V では苦手みたいで、こんな感じで人を検出しようとしても失敗してしまう例というのも載っていました。で、ここら辺も、もう少し精度が上がっていかないと、本当に実用的なレベルにはならないかなというふうな感じですかね。また、GPT-4V は表も読み取れるということで、論文ではこんな感じで、その家族の月収と、その家族が持っている車の数を表した、このような図を与えて、月収が$13,000よりも多くて、車を2台以上持っている家族は何人ですかという質問をしています。そうすると GPT-4V は正しくこの表を読み取って、この25と88を足して113と回答を生成してくれています。結構パワーポイントとかで、こういった図を使ってる人も多いかと思うんですが、皆さんどうでしょうか？そういったところも GPT-4V が読み取って質問に答えてくれたりしたら、かなり便利になるかと思います。で他にも間取りを読み取ることができるということで GPT-4 どんだけすごいんだという感じなんですが、こんな感じの間取りを与えて説明してというと、この間取りを説明してくれていました。で、こういったことができると、例えば、不動産のサイトとかで家を探すときも、今はですね、部屋の大きさとか、駅からの近さとか、そういったことでしか検索できないと思うんですが、事前にその全ての間取りを説明させといて、ユーザーの質問と最も近い間取りを探してくるとか、そういったサービスが出てきそうな感じがしますね。はい、続いてはこちらですね。PDF のページごとに画像として読み込ませて使うという方法です。論文では5ページの論文の画像ですね。ちょっと切れちゃってるんですけども、5ページ分与えて、それについてポイントに絞って説明してということで、プロンプトを与えていました。で、これできたらめちゃくちゃ便利そうじゃないですか。
現在も、ラグといって PDF の情報を参照して言語モデルに答えさせるということもできるんですが、あくまでもテキスト情報しか扱えないので、こんな感じで表とか図も含めて回答してくれたら完璧ですよね。ただ、論文では一部の回答が間違っているところがあったりしましたし、おそらくですね、画像の入力枚数にも制限があったりするかなというふうに思うので、すぐにラグに置き換わるということはないと思うんですが、今後、モデルの精度が上がってくると、ラグみたいな感じで PDF をアップロードしたら、それに対して質問がすぐできると、そういった使い方もできるようになるかもしれません。また、GPT-4V は多言語に対応しているので、画像に英語以外の言語が含まれていても、読み込むことができますし、出力も多言語に対応しています。もうなんか、多言語ができますって言っても、それできるでしょっていう風な感覚になっちゃってますが、冷静に考えると、どんな言語を入れても普通に返ってくるってすごいことですよね。例えば、海外の英語以外で書かれたパワーポイントとかですね、そういったものも日本語で理解できるようになると、すごい便利かなと思います。また、GPT-4V は言語だけじゃなくて、世界の文化とか、ジョークなんかも画像から理解できるようです。左側の写真は日本の結婚式の衣装みたいなんですけども、こちらですね、入力してプロンプトを入れると、日本の結婚式の衣装ですよっていう風に答えてくれたりとか、右側は You see the world as you are ということで、あなたが見たいように世界を見てるというところを描いた、ユニークな絵なんですけども、そちらもちゃんとどういった点がユニークかというところを解説していました。海外旅行とか行った時とかですね、写真撮って聞いたりとか、英語で書かれてて面白いポイントがわからないみたいな、そういった写真も GPT-4V に聞けば答えてくれるのかなという風な感じですかね。はい、最後に、GPT-4V ですね、美的価値も理解できるということで、左側の画像は、家の画像で、上と下の絵、どちらが美的価値が高いと一般的に考えられますかというふうに聞いています。そうすると、左側に関しては、下のカラフルな家の方が美しいと。で、右側に関しては、上の緑とかビルが入っている方が、多くの人は美しいと感じますというふうに回答を生成してくれています。これも結構すごい機能かなと思っていて、個人的には YouTube のサムネイルとかですね、どういう風なデザインがいいのかよくわからないって時に GPT-4V に入れてアドバイスをもらうとか、そういったやり方もできそうです。また右側は一見美しい夕日の写真なんですけども、これに対して訪れたくなくなるような描写をしてという風に指示すると、GPT-4V は海藻とか藻類が地面を覆っていて、水は濁っててリラックスができそうなスペースはありませんということで、人間の感情に沿った描写をしてくれていました。つまり人間がどういう風な表現をすると不快に感じるかっていうことを理解しているので、例えばロボットとかが GPT-4V の能力を持って何か描写したりとか、そういった時に使えるポテンシャルがあるということが触れられていました。確かに視覚情報からここまで表現できるんだったら、より人間の感情を理解したロボットとかですね、そういったものが出てきたら面白そうですね。はい、いろいろと紹介してきましたが、皆さんどれが一番すごいなというふうに思いました？めちゃくちゃ汎用性が高くて、いろんなビジネスに活用できそうな気がしますよね。ただ、現状の GPT-4V は何度も言ってるように完璧な精度ではないので、紹介したような事例が、どんなデータでもできるかっていうと、そうじゃないと思うんですけども、今後より精度が上がっていくと考えられるので、どんな風に生活が変わっていくのかというのがすごい楽しみです。続いて GPT-4V を使用する際のプロンプトのテクニックについて解説していきます。はい、ここからですね、GPT-4V のプロンプトのテクニックなんですけども、結構言語モデルの時と似たようなことが多いんですが、GPT-4V でも回答の出力の質っていうのは、プロンプトに大きく依存するようなので、知っておくと役に立つことがあるかもしれません。はい、紹介するのはこちらの4つになっています。上の2つはテキストの入れ方のプロンプトテクニックになっていて、下の2つは画像に対するプロンプトの入れ方のテクニックになっています。それぞれ簡単に紹介していきます。はい、一つ目は、コンストレイントプロンプティングということで、日本語で訳すと、制約付きのプロンプトになっています。で、これは単純に、プロンプトの中に取得したい情報をまとめた JSON 形式を与えてあげます。論文ではですね、運転免許証の画像とともに、JSON フォーマットで取得したい情報をまとめています。で、JSON フォーマット知らない人もいると思うんですが、こんな感じで、コロンの左側がキー、右側がバリューという風に言います。で、今、バリューは全部 X にしていて、この左側が欲しい情報というところで、それを取得したいので、こういう風な形式にしています。GPT-4V は、このプロンプトと画像を与えると、この下のような形で、それぞれのキーに対するバリューの情報を、この画像の中から抽出してくれています。一部のこの赤いハイライトの部分はうまく抽出できなかったようなんですけども、他の部分に関しては正しく抽出できているようです。で、これやってることとしては、各カテゴリーに対する分類問題を解いてるようなもんだと思うんですが、簡単に一度で多くの情報を取得できていて、こういう風に出力すると、プログラムでも簡単に扱えるので、画像データの情報の整理とかに非常に役に立ちそうです。
はい、続いて2つ目ですね。良いパフォーマンスの制約ということで、英語ではですね、Condition on Good Performance というものになっています。こちらのスライドは、以前、マイクロソフトの方が発表されていたスライドを引用しています。で、この発表資料の一部として、LLMs don't want to succeed というフレーズが出てきて、今回紹介している論文の中でも同じフレーズが出てきました。で、これ何を意味してるかっていうと、そもそも言語モデルっていうのは何かを達成するために文章を生成してるわけじゃなくて、単純に学習データに含まれてる内容を模倣しようとしてるだけなので、もし何かを達成したいと思って言語モデルを使ってるんだったら、プロンプトにもそのような指示をしましょうという話になっています。で、これは GPT-4V に限った話ではなくて、GPT-4 とか大規模言語モデルにも関わる話になっています。はい。じゃあどういう風にプロンプトを与えればいいのかという話なんですが、先ほどのプレゼンで引用されてた論文の実験結果がこちらになっています。で、この論文は Large Language Models are Human Level Prompt Engineers ということで、自動で最適なプロンプトを探すという、そういった研究になっています。こちらにもあるように、プロンプトの最後に Let's think step by step 段階的に考えようっていう風に入力すると、言語モデルの回答の質が上がるという話は有名なので知ってる人もいるかもしれません。で、この論文では、さらにその上を行くプロンプトを自動で見つけてるということで、それがこの Let's work this out in a step by step way to be sure we have the right answer ということで、正しい答えを見つけるために段階的に解いていこうという風に入力すると、精度が最も高くなったということらしいです。ちょっと本当なのかなっていう風な気持ちもあったりするかもしれないんですけども、ポイントとしては We have the right answer ということで、ユーザーの目的としては正しい答えを導きたいんですよっていうことを入力すると、その回答の質が上がるというところが大事であるということかなと思います。で、それでこのプロンプトの入れ方っていうのは、もちろん GPT-4V においても有効なようで、論文ではですね、最初にまずこんな感じのリンゴの画像を与えて、リンゴの数を数えてくださいという風に指示をしていました。これ非常に単純なプロンプトなので、答えとしては12アップルスですよと。そういった回答が返ってきてるんですけども、一番下の行はですね、3つしかリンゴがないので、11個が正解ですというところで、間違った回答を生成してしまっています。はい、これに対して、先ほど論文であった Let's think step by step ですね。段階的に考えようと。そういった入力を、最後に付け足してみるとどうなるかと。そうすると、出力としては、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4ということで、段階的に考えてくれるんですけども、最終的には12個というふうに答えてしまって、正しく回答を得られていません。そして、論文で紹介されてて、一番結果が良かった正しい答えを得たいと、そういったものを付け加えて入力すると、結果としてですね、正しい回答が得られましたと。そういった話になっています。で、よく見てみると、Let's count the number of apples in the image below, row by row ということで、行ごとに数を数えていきましょうというふうに書いてあるので、ちょっとプロンプトが付け足されてるんですけども、We have the right answer っていうのがなければ、正しい答えを得られてなかったので、やっぱりこの We have the right answer というのが大事になってくるようです。皆さんも正しい答えを生成してくれないなって時は、こちらの We have the right answer ですね、使ってみてもいいかもしれません。はい、3個目が Visual Referring Prompting になります。こちらは、画像の中にこんな感じで絵を描いて、プロンプトとして指示した領域に何があるか説明してくださいっていう風にして、テキストと自分で編集した内容を組み合わせるという方法です。で、論文では、どういう風にその画像の編集を行うのがいいのかというのを調べていたようで、例えばですね、左側のように座標を与えるだけなのかとか、あとはこんな感じで画像を切り抜くべきなのかとか、あとは矢印とかボックスとか画像の上に直接書くのがいいのかというのを調べていました。結果としては GPT-4V は直接画像に何か書いた方が理解力が高くなるということでした。なので、座標を与えたりとか、これ切り抜くんじゃなくて、右側のような矢印書いたりとか、囲んだりとか、そういった方が GPT-4V がこちらの指示をちゃんと理解してくれるというようです。矢印がいいのかとか、囲った方がいいのかとか、そういった話に関しては論文の中では書いてなかったので、今後研究が進んできたらお伝えしていきます。はい。で、ビジュアルリファリングプロンプティングなんですけども、矢印とか囲むだけじゃなくて、画像の中に自分で文字を書いても、その文字を理解してくれるようでした。左側は、この斜辺が、どれくらい長いかということだったりとか、この角度は何ですかとかですね。そういったことを画像に書いて GPT-4V に入れると、回答を生成してくれていました。で、右側は IQ テストのような形で、右下に来る図形はどんな感じですかというのを解く問題なんですけど、左上から左下はドットが足されてますよと。この星型に対してどうなりますかっていう風な指示をすることで、正しくこの星型の中心にドットを打つという風に回答を生成してくれてました。こんな感じで直感的にモデルに指示できるというのが Visual Referring Prompting の使い方かなというところですね。今後 GPT-4V の API が公開されたら、この Visual Referring Prompting はかなりいろんなところで使えそうな技術かなというふうに感じます。
はい、最後に紹介するプロンプトのテクニックとしては、インコンテキストラーニングというものです。皆さん、インコンテキストラーニングって聞いたことありますか？大規模言語モデルを使いこなしているという人は、結構知ってるかもしれませんが、インコンテキストラーニングっていうのは、簡単に言うと、ファインチューニングとかでモデルのパラメータを更新することなく、プロンプトに例を与えて、モデルを学習することで、得たい出力を得る方法になっています。ちょっと難しいんですけども、例えばこんな感じで、猫飼いたいに対して、遺体過去ねということで、反対の文章をイコールで与えてあげます。すべての文章そうですね。で、そうなった時に、眠いイコールっていう風にすると、イムネということで、反対から単語を生成してくれています。で、こんな感じで、モデルにプロンプトとしてこの例を与えると、この例を学習して文章を生成してくれるというのが、インコンテキストラーニングになります。で、このインコンテキストラーニングなんですけども、なんとですね、画像でも行うことができます。これは論文での例なんですけども、車のメーターを与えて、スピードがどれくらいですかというふうに聞いています。で、メモリを見ると10マイルいってないくらいなんですけども、GPT-4V ですね、22マイルですと回答してしまっています。単純な指示なので、このメモリがちゃんと読めてないということですね。で、これに対して、画像をですね、こんな感じで複数与えて、それぞれの画像に対して説明文も与えています。これ一つ目だったら、80と100の間は90ですよと。で、これ90よりもちょっと高いので91ですと。で、同じように2つ目のやつも20と40の間は30ですよと。で、30よりも少し少ないので29ですよと。最後に先ほどの画像ですね。こちらを与えてます。そうすると、先ほどは間違えてたんですけども、0と20の間は10なので、その10よりも少しいってないので9ですという風にして、正しい回答を生成してくれています。こんな感じで GPT-4V でもプロンプトとして与えた画像とテキストを利用してインコンテキストラーニングができるようです。これは GPT-4V が複数の画像を受け取れるというところの利点が活かされている感じがします。はい、4つのテクニックを紹介してきましたが、皆さんどうだったでしょうか？結構言語モデルと似たようなテクニックも多いですよね。まだまだ画像に対するプロンプトは何がいいのかっていうのは研究されてない分野なので、今後新しいテクニックなどが出てきたら紹介していきます。はい、最後に GPT-4V の将来の可能性ということで、将来的にはどういうことに使えるのかという点に関して論文で触れられた点を中心にまとめていきます。はい、最初に GPT-4V の今後の可能性としては、動画への拡張というところが主張されていました。画像ができて、次に動画までできたら、本当に何でも AI ができるようになりそうでワクワクしますが、皆さんどうでしょうか？動画を理解する能力があるかというのを検証するためには、GPT-4V が時間の流れを理解できているのかということが重要になるので、論文ではそのような能力があるかというのを確かめる実験が行われています。はい、こちらは手巻き寿司を作る工程の写真を5枚与えて、完成までの時間順序を正しく並び替えられるのかというのを検証していました。最初にご飯をすくって、海苔に乗せて、巻いて、切って、お皿に乗せるという感じですね。それぞれの写真と、アルファベットをつけてあげて、並び替えてと指示すると、GPT-4V は正しい順序で写真を並び替えることができています。で、これができるって結構すごいと思いませんか？独立した写真から手巻き寿司を作ってるってことを理解して、手巻き寿司を作るんだったら、この順番が自然だろうということで出力してるんだと思うんですけども、GPT-4 って単純に次の単語を予測してるんですけども、もう何か考えて文章を生成してるようにも感じますよね。はい、さらにこちらでは画像を3枚与えて、この後に何が起きるのかと、つまり GPT-4V は未来を予測できるのかというのを検証しています。左側は PK の写真で、この後このプレイヤーはボールを蹴って、このゴールキーパーは止めようとしていますという風に出力されてたりとか、右側はこの後海苔を巻いて、カットして醤油とわさびで食べるという風に答えてました。なので GPT-4V は将来どうなるかというのを予測できる能力を持っているということが示されていました。将来何が起きるかっていうのをある程度予測できるのであれば、例えば自動運転とかで事故を予兆するのに使ったりとか、防犯カメラとかに入れて犯罪が起きそうだったら自動で警察に通報したりとか、なんかめちゃくちゃいろんなところに使えそうな技術かなというふうに感じます。はい。で、先ほど紹介したビジュアルリファリングプロンプティングですね。これを動画でも使えるんじゃないかということで、複数の前の画像にわたってビジュアルリファリングプロンプティングを使用したらどうなるかというのが検証されていました。論文ではビデオビジュアルリファリングプロンプティングというふうに命名されていました。左側の写真は、この男の人を囲んで、この人が何をやってるかっていうのを説明してと。右側の写真は、この人を囲んで、何をやってるか説明してという風に指示をしています。で GPT-4V はちゃんと、この赤丸の人たちの説明文を生成してくれていました。で左側の人たちは、これ遊びで殴るふりをしてるみたいなんですけども、GPT-4V は遊びでやってるという風に出力していて、ちゃんと深いところまで理解できてるようでした。動画とこのビジュアルリファリングプロンプティングの組み合わせも、今後どういう風に発展していくのかというのがすごい楽しみですね。はい、次の検証としては GPT-4V でオンラインショッピングができるのかというのがありました。
つまりパソコンとかスマートフォンの操作を GPT-4V でできるのかということになります。論文では、こんな感じのスマートフォンの画面と決まった予算と欲しいものとしてキーボードというところで買ってくださいと指示をしていました。それに対して GPT-4V が生成した指示通り人間が画面を操作して購入できるのかと、そういった検証が行われていました。そうすると、特に Amazon のアプリ開いてとか、そういった指示をしてないのに、ホーム画面から Amazon のアプリを開いてという風に出力して、キーワード検索とかですね、あとは出てきた検索結果に対して予算でフィルターするとか、そういったことまでやって、ちゃんと購入画面まで遷移することができていました。遷移画面がめちゃくちゃ多いので、少し間違ってるところもありましたが、GPT-4V でパソコンとかスマートフォンも操作できると、そういった能力を持っているというところが示されていました。他にも、こんな感じのデスクトップの画面から今日のニュースをまとめてという指示を出したら、ちゃんとですね、Google Chrome を開いて、そこからニュースを検索して、ニュース記事をちゃんと読み込んでですね、この画像を与えてあげると、ちゃんと要約を行って出力するというところまで行えていました。これもすごく便利ですよね。自分でいちいちニュースサイトを見てまとめる必要がなくなるかもしれませんし、パソコンの制御とかも GPT-4V にやらせたりとか、音声認識とかも組み合わせると、対話しながら自由にネットサーフィンができるようになるかもしれません。はい、そして最後に外部情報を参照させるような使い方もできるんじゃないかということが取り上げられていました。で、外部情報を参照させるって何っていう人もいると思うんですが、チャット GPT に自分がアップロードした PDF を参照させて回答を生成させるとか、そんな感じで、モデルが学習してない知識を追加で与えて回答を生成させる方法になります。例えばこちらでは、カゴにですね、商品が入っていて、単純に何が入っていますかというふうに聞いても、間違った回答を生成してしまっています。それに対して、この右側のような各商品の画像を与えて何が入っていますかっていうふうに聞くと、ちゃんとこの単品の画像の情報を使って回答を生成してくれました。ちょっと今これ4つしかないんですけども、本当は10個ぐらい論文でありました。で、これを拡張していくと、今商品名しかないんですけども、例えば商品の値段とか、そういった情報と一緒にデータベースに入れておけば、買いたい商品の情報を持ってきてくれて、会計がすぐできたりとか、そういった使い方ができるんじゃないかというところが、主張されていました。あとは論文で挙げられてたのは、こういう写真とかでも個人の情報をですね、事前に登録しておけば、写真から個人の情報を説明してくれると、そういった使い方もできるんじゃないかというところが言われていました。で、こういったことができれば、もしかしたらもうできてるかもしれませんが、防犯カメラとかで、その悪い人の情報をデータベースに入れとけば、自動で通報したりとか、そういったこともできるようになるかもしれません。はい、論文をですね、全部読んでみて、面白いなというふうに思った点をまとめてみました。皆さんどうだったでしょうか？私は GPT-4V が出た時、正直画像認識ができるんだなっていう風な、それくらいの認識だったんですが、この論文を読むと、将来的に多くの人の生活を変えていくと、そういった技術で、GPT-4V はその実現性がどれくらいかというのを実感させてくれるような、そういった技術なんだなっていう風に感じて、すごい楽しみになりました。で、論文の最後には、今回プレゼンした内容っていうのは、決して大げさに言ってるわけじゃないよと。つまり実現性がそこそこ高いよということが書かれていました。また機会があったら、今回紹介した技術がどれくらい本当に使えるのかというのを検証していきたいなと思います。GPT-4V ですね、今後どうなっていくのか、注目です。はい、以上で本日の動画を終了したいと思います。この動画が良かったなっていうふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。